皆様こんばんは。原田こ僧侶です。幸せ解体新書ラジオ始まりますよ。ちょっとだけ深呼吸してから聞いてもらえますか？今日は自己紹介会なのでいつもより少し長くなります。でも別に勉強しなくていいんです。お茶でも飲みながらぼーっと聞いてくれたら十分です。頑張ってるのになんか苦しい。前向きになれ、乗り越えろって言葉、もう聞き飽きてる方もいると思うんですよね。私もそうでした。社会ってなんとなく常に勇者であることを求めてくる空気があって、弱音を吐かず問題を倒して、そして結果を出す、そういう人間でいなきゃいけない気がしてくる。ね、でもね、剣を握れない夜って絶対あるじゃないですか。戦えない夜が人間には必ずある。そういう夜に少しだけ呼吸し直せる場所になれたらと思ってこのラジオを続けてるんです。ところで腹ペコ僧侶って名前、常連の皆さんはもうご存知だと思うんですけど、初めて来てくださった方のために一応説明しておくと、胃がんで胃を全摘してるんです。全部ないんです。なので少しずつしか食べられないのにめちゃくちゃすぐお腹がすく、永遠に腹ペコ。これが名前の由来です。常連さん、何回聞かせるんだって感じですよね。すみません。でも初めて聞いて方、笑っていいですよ。私も今となっては笑えてるんで。神様もなかなかやりますよね、本当に。今は沖縄に移住してきていて、体力の限界と隣り合わせながらも、海とか夕焼けとか、教会の仲間たちとか、そういうものに毎日すごく助けてもらって生きています。でも絶望は、病気だけじゃなかったんです。実はね、私かなりいろんな仕事をしてきていて、訪問販売のセールス、悪徳な、そして人材派遣、民事、総務、SE、我ながらなかなかのルートを歩いてきました。ただ、悪徳な訪問販売に至っては、今考えると本当にひどくて、人を言葉で丸め込んで必要ないものを売りつける。そんな仕事を生活のためだと言い聞かせてやっていた時期があるんです。でも、その現場で人と向き合い続けたことで、人って何に苦しんで何に動かされるのかっていうのを綺麗じゃない形でたくさん見てきた。その経験が今言葉を作る時の土台になっているのは確かで、遠回りだったけど無駄じゃなかったんだと今は思っています。そしてそんな職歴の中で家族との関係が取り返しのない形で壊れていきました。少し重い話になるんですけど、聞いてもらえますか？かつて私は両親を深く憎んでいました。いろいろあって家族はバラバラになって、そのまま絶縁状態が続いた末に両親は2人で命を絶ちました。心中でした。知らせを受けた時、最初に浮かんだのは悲しみより先に怒りでした。なんでこうなる前に気づいてくれなかったのか。変わって欲しかったのはあなたたちの方だったのに。その気持ち、ずっと握りしめていました。でも、ある時気づいたんです。どれだけ憎しみを持ち続けても、過去は変わらない。亡くなった人は戻ってこない。そのドロドロの感情の中で立ち止まった時、本当に方向を変える必要があったのは、私の方だ、って気づかされたんです。これを私は、メタノイアと呼んでいます。悔い改めというより視点の転換、方向を変えること。それでは今回のテーマ、幸せの方程式、パラダイム。私が勇者ではなく僧侶と名乗る理由。同じ出来事でも性格の差っていうより何に目を向けるかという焦点の差で受け取り方って全く違ってきますよね。イエスさんはこんな風に語りました。体の明かりは目です。マタイによる福音書6章22節。ここで言う目って視力のことじゃなくて心の向き、注意の向け先のことなんです。何を見てどう解釈するかで自分の内側の世界は明るくも暗くもなる。これね、脳科学でも全く同じことが言われているんですよ。私たちの注意って堅靭な資源だと言われていて、不安や恐れに焦点が固定されると
脳は危険の情報ばかり集めて、ますます世界が怖く見えてしまうんです。だから、ポジティブというのは、現実を無理に明るく塗り替えることじゃありません。見える範囲を広げて、偏った視点を整え直すこと。愛の方向に少しだけ焦点を戻すことなんです。不完全なままでいい。癒えない傷を抱えたままでいい。それでも、愛の方向に焦点を戻していく。それが、私の中で起きた本当の変化でした。心理学者でもあったカトリックの司祭、アンディ・ナウエイはこんなことを言っています。自分自身の傷を通してのみ、私たちは他者の傷を真に理解し、癒すことができる。完璧だから誰かを支えられるんじゃない。深い絶望を知っているから、同じ場所にいる人にそっと寄り添えるんだと私は思っています。悪徳セールスをやっていた頃の私も、憎しみを握りしめていた頃の私も、病気で倒れた頃の私も、全部今の私を作っている。だから、私は勇者じゃなくて僧侶なんです。前線で剣を振るって敵を倒す勇者じゃなく、後ろにそっと立って、傷ついた仲間に回復魔法をかけるヒーラー。腹ペコで、傷だらけで、それでも誰かの隣に立ち続けたい。そういう人間でありたいんです。ちなみに、普段はボーカリストとして、ゴシックメタルやスローバラードで賛美歌を歌っています。治らない病気があっても、過去の痛みが消えなくても、今のままでもいいんだよ、という愛と許しのメッセージを言葉や歌に翻訳して届けること。それが私の祈りです。毎朝 Facebook ではほっとするような一言を発信していて、週に1回くらい夜にこのラジオをお届けしています。このチャンネルではこんな風に思考の癖に気づき、視点を切り替える技術を聖書の言葉や現代の知見を交えながら少しずつ蓄積していきます。よかったらこれからも一緒に幸せを解体して自分の人生を組み立て直していきましょう。もしこの場所が少しでもホッとできるなって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタン、よかったらよろしくお願いします。今、皆さんが感じたこと、ふと思ったこと、ぜひコメント欄に残していってくださいね。どんな言葉でも私がちゃんと受け止めますから。今日一日、頑張りすぎて心がすり減ったあなたへ、今日のだけは剣を置いてください。私はあなた方に平和を残します。私の平和を与えます。ヨハネによる福音書14章27節。無理に強くならなくていい。ただ、ここで少しだけ呼吸し直してください。あなたの心が静かに集まりますように。明日また少しだけ身軽に歩き出せますように。それでは、おやすみなさい。良い夢を。